こんにちは。プロクスモクス使ってますか？ただのハイパーバイザーだと思ったらそれはもったいない。今日はですね、そのプロクスモクスを安全で多層的なマルチバース、つまり仮想多重宇宙へと変貌させるちょっとすごい方法について深く掘り下げていきたいと思います。さあ早速始めましょう。まず皆さんにちょっと質問です。1台のプロクスモクスホストで複数のプロジェクトとか、あるいは複数のお客さんの環境をごチャット管理しちゃってませんか？もし、うちのことだって思ったなら、この後の話、きっと役に立つはずです。そうなんですよ。気づくと、環境はもう、フラット VM カオス状態。すべての VM が同じネットワーク上にダーッと並んでて、どれがどのプロジェクトなのか、誰が何を使ってるのか、もう管理がめちゃくちゃ大変になっちゃうんですよね。で、このフラットなネットワークがもたらすリスクっていうのは、単にごちゃごちゃしてて分かりにくいってだけじゃないんです。もっと深刻で、例えばプロジェクト間でうっかりデータが漏れちゃったりとか、セキュリティが甘い開発環境がまんまと攻撃の侵入口になっちゃったり。で、最悪なのが、たった1台、協力会社の人の PC がウイルスに感染しただけで、その被害範囲、いわゆるブラストラディウスが、サーバー内の全 VM に広がってしまう可能性があるってことなんです。いや、これはもうビジネス全体が止まりかねない、本当に怖い話ですよね。でも、安心してください。このカオスをね、見事に解決してくれる策があるんです。それが今日お話しするマルチバースっていう考え方。具体的には MSL セットアップというソリューションです。じゃあ、その MSL セットアップって一体何なのかって話ですよね。これはたった1台のプロックスモックスホストをまるで複数の独立した仮想データセンターの集合体みたいに変えちゃうツールなんです。プロックスがもともと持ってる SDN 機能を使ってプロジェクトごとに完全に隔離された空間をしかも自動で作ってくれる優れものなんですよ。さて、このスライドが今回の話の肝です。左が以前のフラットの世界。もうすべての VM が VMR0 っていう一つの端にぶら下がってて、リスクも全部共有しちゃってる状態。それに対して右が MSL セットアップを導入した後の世界。見てください。各プロジェクトがまるでシャボン玉みたいなバブルに一つずつ収まってるでしょ？これはネットワークの L2 レベル。つまり物理層に近いレベルで完全に隔離された独自の VNet なんです。だから同じサーバーの中にいてもお互いの通信は全く見えない。ARP リークすら許さないっていうものすごい機密性の高さが実現できるわけです。しかもそれぞれのバブルには専用の VPN 入り口が用意されるんで、被害範囲もそのプロジェクトの中だけで解くとねられる。素晴らしいですよね。じゃあこの独立した環境、一体いくつ作れるのって気になりますよね。これがまたすごくて、一般的な家庭用ルーターなら8テナント、業務用のもうちょっといいルーターを使えば、なんと最大で16もののテナント環境をたった1台のホスト上に構築できるんです。これはもうリソースを極限までしゃぶり尽くすみたいな感じですよね。ここでね、一番強調したいのは、この大変革が一部のスーパーエンジニアの職人芸じゃなくて、自動化によってもたらされるってことなんです。今までだったら設計から構築まで数週間はかかってた作業がほんの数分で終わっちゃう。この比較表を見てもらえばもう一目瞭然です。手作業でやろうとすると設計だけで300時間以上、構築には2週間から6週間。気が遠くなりますよね。一方 MSL セットアップなら設計時間はゼロ。だってもう設計されてるから。で、構築時間はたったの約20分。それに手作業だとどうしても避けられない実装ドリフト、つまり設定のブレとか揺らぎが一切なくて、毎回同じ品質でカチカチに固められた堅牢な環境が手に入るんです。セットアップの流れもびっくりするほどシンプルです。まず、対話式のウィザードでネットワークスクリプトを実行して、次にルーターの設定をちょっとだけ手動でやって、最後に VPN スクリプトを走らせる。はい、これだけ。もうあっという間に隔離された自分だけの実験室にアクセスできちゃいます。さらに地味に嬉しいのがこれ。設定が終わると、ネットワークの構成図とか操作ガイドが、なんとプロックスモックスの管理画面上に自動で生成されるんですよ。これがあれば管理者の引き継ぎも楽だし、監査が来た時も、はい、これですってすぐ出せる。管理負担が劇的に軽くなりますよね。さて、とはいえですよ、
新しいツールを本番環境とかに入れるのって正直ちょっと怖いじゃないですか。何か壊れたらどうしようって。でも MSL セットアップは恐れずに変更できることをちゃんと考え抜いて作られてるんです。公式のドキュメントにも力強く書かれてるんですよ。MSL セットアップは非破壊第一の哲学で設計されている。すべての変更は範囲が限定され、監査可能で完全に元に戻すことができる。いや、この言葉安心しますよね。具体的にはこういう不変の保証があります。まず、ゼロオーバーラップアーキテクチャっていう仕組みで、既存のネットワークと IP アドレスがぶつからないように自動で避けてくれる。そしてここが本当に大事なポイントなんですけど、あなたが今使ってる VMR0 みたいな既存のネットワークブリッジには一切全く触らないんです。常に今ある環境の隣に並行して新しい宇宙をそっと作るイメージ。だから今動いてるものは絶対安全なんです。そして万が一の時のための究極のセーフティーネットがこれです。もしなんかちょっと気に入らないなとか、やっぱりやめたいって思ったら 99uninstall.sh っていうたった一つのコマンドを叩くだけ。それだけで MSL セットアップが行ったすべての変更をきれいさっぱり消し去って、インストール前のクリーンな状態に完璧に戻せるんです。この潔さこそがこのツールの哲学を物語ってますよね。じゃあこのツールが僕たちの現実世界にどんな価値をもたらしてくれるのか、そこを見ていきましょう。ただ確立されたラボが手に入るだけじゃなくて、コスト削減にまでつながるいろんなメリットがあるんですよ。主な使い道としてはやっぱり隔離された開発環境っていうのが一番多いですね。でもついでマルウェアの解析とかペネトレーションテスト用のラボとか、セキュリティがめちゃくちゃ重要な場面ですごく重宝されてるのがわかります。他にも工場の制御システムをそっくりそのまま再現したデジタルツイン環境とか、応用範囲が本当に広いですよね。パフォーマンスとコストの面でもすごい優位性があるんです。例えば AWS の EC2 インスタンスと比べると、手元にあるオンプレミスの MSL セットアップ環境の方がなんと3倍以上も早い。これってつまり毎月払ってる高いクラウド利用料をほぼ電気代くらいに抑えつつ、パフォーマンスは圧倒的に上っていう夢みたいな状況が手に入るってことなんですよ。さて、最後にちょっと戦略的な話をしたいと思います。セキュリティに関するリスク、これって一体誰が責任を持つべきなんでしょうか。この引用文、確信をついてますよね。あなたはネットワークやセキュリティの専門家でもない開発者たちに、そのインフラに関するリスクを全部背負わせてるんじゃないですかと、耳が痛い話です。そう、ここが決定的な違いなんです。MSL セットアップはセキュリティを個人の頑張りとか気合とかそういう俗人的なものに頼るんじゃなくて、プラットフォーム側がガードレールとして提供してくれるんです。これによってセキュリティは守るべきルールから自動で守られる仕組みへと変わる。これこそがこれからのインフラ運用の新しい決定的な型、つまりデフィニティブパターンと言えるんじゃないでしょうか。それでは最後に皆さんにこの質問を投げかけたいと思います。あなたの会社の開発環境は外部からの脅威がやすやすく侵入してくるゲートウェイになっちゃってますか？それとも開発者たちを危険から守り安全な道へと導くガードレールになっていますか？今回の解説がその答えを見つけるための何かヒントになれば嬉しいです。